こんにちは。気持ちがすでに次セットに飛びつつある春日部紬です。どうやら放浪王は無事そうなのでほっと一安心しております。ということで今回も正月以来のフレンズデッキをお送りします。こちらはまずグリクシスカラーの定番、聖地の収穫者をキャスト。このクリーチャーの何気にすごいところって起動能力が0マナなところだと思います。テンポ面で強すぎる。まずアタックから。鬼流の金床を通したかったので、ここで除去はありがたい。ミシュラの研究机を起動して、金床の誘発でトークンが出ます。時ターンの強い動きを見せつけながらターンエンド。お相手グーをキャスト。このデッキはゴブリンを積極的に取りに行きたくないので対処が面倒くさいです。ここは土地が欲しかったですが、予定通りオブ肉犠牲キャストでいきましょう。金床と犠牲により実質無料で TW1 回追加はなかなかえげつないです。デビルトークンを出しつつドレインしていきます。と思ったら銀行破りディスカードはなかなかありがたい。お相手2枚ルーティングして4マナ目からまずアタックします。ここは相打ち狙いでデビルトークンを差し出します。お相手作白をキャスト。金床が相当重いと思うのですが、もしや宝物2個欲しい理由が、こちらはまず PW の中精度能力から2回で4点バーンします。そしてさらにややをキャスト。何でもできるおばあちゃんですが、ここはまずプラス1で盤面を固めます。金床は地トークンをサクって盤面に並べます。お相手グーワが裏返り、絶望将来をキャスト。だから無理して宝物を出しに行く必要があったんですね。ニクシリスの本体を生贄に捧げたので被害は軽微です。ゴブリントークンのアタックにはダブルブロックします。相打ちでクリーチャーを落とせるなら無限にトークンが出るこちらの有利トレードと言えるでしょう。このターンはややのマイナス1から3マナ2マナと動きたかったので土地を取ります。危機時期はメインのうちに除去しておいて、こちらは鏡割りのグーワをキャスト。お相手これにはかき消しで対応。これ先にグーワから出した方が良さそうでしたね。お相手はゼチの収穫者を2体出してターンエンド。殴るだけのクリーチャーはこのデッキにとっていないのも同じです。こちらはまずミシュラの研究机でドローからいきます。キャストして即起動。これは追加のガチャで2枚目は起動してもこのターンにキャストできない可能性が大きなのでキャストするだけして起動は相手エンドにしましょう。起動しないことで特に裏目はないはずなので、一応情報ワードを渡さないくらいのメリットがあります。ここは殴らずターンエンド。お相手墓地の侵入者をキャスト。グリクシスでは珍しいです。ミシュラの研究机が追放されてしまいました。そして収穫者2体でアタック。ここはこうブロックします。アーティファクトトークンの方はサクって1点ドレイン。デビルトークンが死亡して誘発で収穫者を焼きます。このちまちましたプレイしてる時がすごい MTG してるなって気分になるんですよ。さて研究机ですが、相手エンドに起動するのをやめて金床誘発用にこちらのメインに打つことにしました。どうせ墓地の侵入者に食べられるので素直に蘇生でもよかったかも。サヒーリはいいですね。早速キャストします。PW がいっぱい並ぶのは賑やかで楽しいです。サヒーリはプラスから入ります。除去はボトムで、グーワはいいですね。あと綿も中精度能力使っておしまい。一度も殴ってないですが気がつけばお相手のライフも折り返し地点です。
ここも当然殴らずにエンドで、お相手ルーティングからシェオルドレッドをキャスト。除去は残ってるので全然 OK です。そして2体でアタック。ここは収穫者を取りに行きます。アップピークでシェオルドレッドを除去して、これはいいドローです。とここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。カナドコという発用のファクト、除去と完璧な初手ハンドです。こちらはカナドコをキャスト。お相手2ターン目はパス、マナスクかな。こちらはカナドコを動かし始めるのもいいですが、テンポを考えてグーアから行きます。トークンに運命的不在はむしろラッキーまである。お相手メールのリリアナをキャスト。4点火力を持っててよかったです。お相手は集団失踪を捨てています。除去コンなら国別が飛んでこない限りは得意な相手です。こちらはもったいないですが手がかりトークンを探ってベリアナを倒しておきます。お相手メインでは動きなし、除去が前かな。こちらは誘発用に1体だけ残してカナドコでサクって1点ドレイン。人体改造機の冠とカナドコの最強コンボが始まります。無償でドローとダメージを稼ぎ放題です。お相手集団失踪をキャスト。カナドコデッキには全然効かないですね。こちらは土地詰まりが気になるので研究机からキャスト。能力起動でカナドコが誘発して、サヒーリはいいけど唱えられるかな。土地が欲しいのでこのターンにサクってしまいます。また引けず。お相手はシェオルドレッドをキャスト。これはちょっと苦しくなってきました。こちらは冠を装備させてすぐにサクっていますが、アタックさせても損はなかったと思います。そしてようやく土地が引けました。ここはドローを回すために雫カイトをキャストしましょう。とりあえずこのターンはトークンを出してターンエンド。お相手シェオルドレッドでアタック。これはトークンで受けます。サクって1点ドレインですが、シェオルの常在能力に負けてますね。こちらは冠をトークンに装備させて2体でアタック。これは予想通りかといって何もできませんが、マイナス2じゃなければ相打ちさせましょう。ここは何でもキャストできますが、オブニク様でライフゲインと盤面を固めに行きましょう。賑やかになってきました。そして1000ドローを忘れてました。起動できる置物がいっぱいあるから大変です。お相手まずシェオルドレッドでアタック。こうなってしまったら多分殴るだけ損ですね。お相手放浪を追うマイナス2を使用。除去はまだ持ってそうだけど、放浪を追うが重なってるのかな。こちらは相手が放浪を追うを持ってるつもりで動きます。デビルトークンを取られるとゲインが追いつかなくなって面倒なので、アタックさせずにカイトもルーティングにします。カナドコをキャストして研究机を起動。カナドコは2枚以上あるとほんと強いです。ようやく除去が引けたのでシェオルを取ります。そしてそのままターンエンド。お相手集団失踪をキャスト。墓地に落としたのと合わせて3枚目ですし、かなり除去よりの構築みたいです。ということで除去コンが触りにくい TW で攻めていきましょう。中性能力起動タイム。ここでディスカードを選択しなかったということは、地トークンを探ってカナドコ2回起動します。綺麗にドレインしきってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。3戦目対戦よろしくお願いしますといきたいところですが、再生時間が気まずくなってきたので序盤を枠外で流しつつデッキ紹介に進みます。というわけでクリクシスフレンズでした。
サクリファイスはおまけなのでこれはフレンズデッキです。カナドコのブロッカー性能を信じて PW を大量展開してネチョネチョしていくデッキです。3度のご飯よりもネチョネチョデッキが好きな足はほっとくとついついサクリデッキを作ってしまいます。採用したプレインズウォーカーはこの5名。動画で映っていたヤヤババは残念ながら除名されました。やや渡す位置でトークンが出るので小粒ブロッカー戦術とよく合っているんですが、赤タンに対して圧が足りないんですよね。祭電壊しで一掃されて悲しみを背負ったのでソリンに変更しました。ところでアーシが思うカナドコデッキのすごいところってカナドコ4、収穫者4、ブーワン4だけ固定であとはどういう風に組んでもデッキとして形になることなんですよね。今回もその12枚以外は白多層が緑多層が自由です。言ってて思いつきましたが、まるでカナドコとか面白そう。あとできればいつものこれは忘れずに入れておきたいですね。さてこのデッキの強さですがいまいちですね。というのも赤タンが無理すぎるんですよね。カナドコが動き出すまでにライフを結構削られてしまっていて、ようやく動き出したら祭電壊しで一掃みたいなことによくなります。このデッキも黒には無駄に強いように、黒をメタルデッキは結構ポンポン出てくるので、赤をメタル黒が元気になってくれないと BO1 環境は赤に弱すぎるデッキは厳しいかなと感じます。まあ黒も勝率3位で弱くはないんですけどね。次弾で抹消者が出てきたら赤がどうなるかは気になるところです。ちなみにこのデッキも赤が苦手な墓地の侵入者やシェオルを足したらかなり戦えると思います。真面目にグリクシスキン床作るなら少なくともシェオルは絶対に入れたいですね。解説は以上です。いつもいいね、コメント、広告等ありがとうございます。この動画が面白いと思っていただけたならフォローやチャンネル登録よろしくお願いします。では次回をお楽しみに。バイバイ。といきたいところでしたが試合が終わってませんでした。盤面の方はお相手がファイモンを報復将来でリアにし、さらに爆発域 X2 でこちらの置物が一掃される非常に厳しい展開。ここ盤面一掃できるんですがファイモンがあるため肉体くらいが通常サイズで戻ってきて危険です。デッキ内には大俵1枚、柵白2枚がアーティファクトに触れるのでここは耐えて待つしかありません。しかしお相手リアニメイト軸にシンベナリアの守護者が入ってるのなかなか面白いです。肉体くらいの威迫とライフゲインが本当に厳しい。これがなければドレインで勝ちきれたのですが、今考えてみるとベリアナマイナス2連打も運が良ければ勝ちきれてたのでありでしたかね。こちらはソリンを引いたのでキャスト、ついに5体の PW が揃いました。中精度能力いっぱい使えて楽しい。なおベリアナの能力はさすがに使用せずターンエンド。お相手ファイモンから相棒が戻ってきてワンドロー、犬だけに肉体くらいはソリンを倒します。そして運命的不在でベリアナを破壊、さらに追加の肉体くらいをキャスト。非常に困りました。こちらは柵白を引くためにとにかくドローを進めます。大俵を引き込めました。お相手はマナが伸びてないのでこれが通ればしばらくは安全です。とにかくこのターンは耐えるしかないので中精度能力を使用してターンを渡します。お相手はこちらの聖地の収穫者を戦場に戻し、地トークンでルーティングいいように使われてしまっていますね。シンベナはハンドが多くなければそんなに怖くないです。次のターンにパイモンはどかすので肉体くらいは片方を破壊して問題ありません。とりあえずこちらはアタックから、ドローはいまいち。そして大俵でファイモンをバウンスします。よく耐えたな。ほんと地トークンで竹沼を捨てましたがベリアナ回収してハンドを詰めてやるのも手でしたね。お相手全員でアタック。ここで戦術にはいやらしいですね。ブロックはこうしましょう。ライフゲインさなければ盤面固めていくだけでいつか削りきれるでしょう。ここで除去引きはいいですね。まずサヒーリをキャスト。マイナス2でトークンを出します。1トークンでアタックし、
金床で探ります。カイトの能力で1ドロー。また除去を引けました。ここでお相手聖域の万人をキャスト。なかなか一筋縄でいきませんね。さらに3体でアタック。戦術は1枚トップ。怖い。ここはこうブロックで。持っていたのはメイドともりでしたか。守護者に破壊不能だったらよかったんですが、一応偶話でブロックすることで有利トレードできましたが、その場合破壊不能つけなかったら荒めなので難しいかな。サヒーリはドローを回します。偶話はハンドに。オブニクはトークンを出します。死亡時誘発で万人の縦割り狙いです。あとは偶話をキャストして金床で探って除去を構えてターンエンド。お相手アタックしてきます。強気な動きに見えますが、打開策がないと自利品だしこれしかないのかな。盾をドローに回してくれたので万人は除去します。収穫者はコピートークンで相打ち取りましょう。そこに運命的不在。かなり苦しそうな動きです。収穫者はデビルで打ち取っておきましょう。エンドに手がかりを探って1ドロー。これはまずオブニクプラスから。ハンドが放浪王だった時が裏目ですが、それでも有利なのでここはオールインですね。高トークンを一気に並べます。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。23分の激戦を制しました。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。